のことを、暗唱してほしいと思います。まず第一、年齢っていうのは単なる数字です。皆さん、パスポートかどっかにね、生年月日が書いてあるか年齢が分かりますよね。でも単なる数字ですよ。状態とか、病気とかそれではありません。2番目には、健康っていうのは選択であります。その毎日いろんなことを選択してますね。健康を選んでるか、そうではないのを選んでるか、毎日の選択にかかってますね、健康は。ある意味で長寿について話します。長く生きたい人、そうではないのこれも覚えてほしいなと思います。一生生きるっていうのはそんなに長いことじゃないです。はい、ある年齢ね、自分みたいにある年齢に達してると、こんなに早くこんな年になったのって驚いています。ある日、もう人生の夏にいますね。もう次の日と思うぐらいにもう冬になっちゃっています。長寿っていうのはいいことですよね。長生きっていうのは。まあ、長生きっていうのは必ずいいとも言えません。その質によりますよね。生活の質。私は長さよりも気にするところは質です。そして、まあ、その長さ、単純に長さだけですね。もう長くは生きてるけど、ずっと患ってるっていうのはあんまり祝福には感じません。いろんな国に呼ばれますけど、その国のことを調べます。はい、平均年齢ね、長寿はどのぐらいかということですね。日本ではとても興味深いことあります。1947年にですね、日本の男性は50歳ぐらいが平均寿命でした。2018年になると81歳以上ですね。ずいぶん良くなりましたね。女性は必ず男性よりは長生きですよね。47年には54歳に近いですね。2018年には87歳以上ですね。それはまあ単なる人生の長さですね。しかしそれが一番大事なものかと考えるとそうではないと思います。どのぐらい長く元気でいられるかということで健康寿命と言いますね。どのぐらい健康でいられるということですね。2018年にはですね、81歳以上だったのに、健康寿命というのは73歳です。つまり人生の最後の8年ぐらい何かで患っているということですね。生活習慣病と言われるものですね。いくつか言ってみましょう。日本で一番多いのは何でしょうかね。
heart disease, 心臓病ですね。 cancer, がん、 stroke, 脳梗塞、 diabetes, 糖尿病、 high blood pressure, 高血圧、 and we could go on and on. まだまだありますね。 All of these diseases have one thing in common. これらのすべての病気は一つ共通点があります。They are lifestyle そ diseases. れは生活習慣病っていうんですね。生活。 Remember I told you health is a choice? さっき言ったように健康が選択によるものだっていうことを言いましたよね。You choose what you eat. 皆さん食べるときには何を食べるか自分で選んでますよね。You choose when you go to bed. 寝る時間自分で選んでますよね。There are many factors that determine if we're going to be healthy or not. ずっと健康でいられるかどうかっていうのはいろんなファクターがあります。Okay, women over 87 years in 2018. 女性はですね、平均寿命は87年ですね。But what was her Ginky life しかし expectancy? 健康寿命とはどのぐらいでしょうか？ 75. 75歳ですね。That's over 12 years of suffering from something. 12年間ですね。何かの病気を抱えている、何か一つ、二つ、三つでも。Now, I have not been in Japan since 2019. 日本に来るのがもう4年ぶりですね。2019年に来たのが最後でした。For the 20 years before that, I was here every single year, 2 to 3 months. その年の前の20年間ですね。毎年来て2ヶ月、3ヶ月過ごしていることもありました。Why did I miss 4 years? なんで4年来なかったんでしょうか。3年来なかった4年。はい、Called COVID. コロナですね。コロナがありました。Yeah. And there is something in common with almost everybody who died of COVID. コロナで命失った人たち、共通点がありました。全員と言えないけど、ほとんど。They talk about pre-existing conditions. なんて言ったらいいかな。持ち病と持病持っている人でした。Age is not a condition. それは、年齢というのがよく言いますけど、年齢は持病ではありません。But here were some of the major conditions that almost all of them have. しかし、実際に亡くなった人たちの状態を言うと、They were overweight, 肥満であった人 had た a ち weak が heart, 多かった。あるいは心臓はもともと弱ってました。high blood pressure, 血圧が高い人たち。under stress. とてもストレス抱えている生活。We're going to talk about that just a skoshi. 少しストレスについて後で話します。Bad blood sugar levels あるいは、糖尿病、あるいはその手前であったり、and a weak immune system. そして免疫力は何らかのことで弱っていました。You know, そういった人たちがコロナに負けました。obviously I'm from America. ご覧のように私はアメリカから来ました。And we had the same problems in America. 同じような健康の問題を持っていますね。You go to the grocery store. スーパーに行くこ We've と got あ the ります shopping ね。 carts. カートを持ってね、 We 押 got して買い物しますね。we got big shopping carts. 強大なカートですね。And they'd have their cookies and their candy and their meat and their milk and cheese in there. みんな何を買ってるかって見えますよね。はい、クッキーやキャンディーや牛乳たくさん、チーズたくさん、バターなどそういったものをたっぷり買ってますね。But around the edges, over the sides of the carts, しかしその周りにですね、 8 packs of Coca-Cola and Mountain Dew and all these sugared beverages. コカ・コーラ一瓶じゃなくてパックで買ったりとかね、そういう砂糖だらけのね、炭酸飲料水たっぷり入れてる人が多いんですね。That kills the immune system. そのもの自体だけでもね、免疫力かなり弱くします。How many diseases are there? 病気ってどのぐらいあるんでしょうかね、 Any 数。 doctors or nurses here? お医者さんとか看護婦さんとかいますか、ここに。If there are, you wouldn't know anyway. いたとしても多分この数字はわからないと思います。There's over 100,000 different diseases. なんか病名知られている病気は10万以上あるそうです。Now, you may have come here wanting some information about your disease. もしかしてここに来てくださったわけは
自分の病気について何か役に立つ情報がないかなと思ってきたかもしれません。Don't study し disease. かし私の提案は、病気に詳しくなることよりも、How many types of perfect health are there? 完全な健康っていうのはどのぐらい種類あるんですか？Yes, one. Is there one そ type う of そうで perfect す health? ね。完璧な健康っていうのはもう種類はないわけですね。So maybe we should study health. なので私たちはいろんな病気に詳しくなるよりも、健康になるためにはどうしたらいいかって、この基本学んだ方がいいんじゃないですか。I used to fly airplanes, 昔は飛行機の操縦してました。and my instructor taught me a very valuable lesson. その教えてくれた先生はとても大事なことを教えてくれた。The worst thing that can happen in your airplane if you go into a spin 飛行機運転しててね、もう最悪の状態でありますね。飛行機はこんな風になる状態。and they told me why it would go into a spin. どうしてそういう風になるのかっていうのを教えてくれた。I made a mistake. それは操縦のどっかで誤ったことをした。I might have cross-controlled or something wrong. I did something wrong. とにかくこうするべきところあれだったとか、とにかく誤ったこと行動しましたからそういう状態になりました。And he told me what to do if I ever find myself in a spin. そしてその先生が教えてくれた、そういう状態になった時にはこうしなさいって教えてくれました。If you fly an airplane, you fly with your hands and your feet. 飛行機の操縦は手を使って足も使いますね。Okay? He says, let go. そういう状態になったら手も足も離しなさい。 Let go with your hands. 手を離してTake your feet off the pedals. 足も何も踏まないで外すの。 And the plane will fly out of it. そうすると飛行機は自然に正しい位置に戻るんですって。 Quit doing the wrong thing. つまり誤った間違った行動をやめましょ Now, you may not know what the wrong thing is. う。もしかして自分で気づいてないかもしれない。自分の誤ったこと、何が誤っているのかっていうのを知らないかもしれません。As you get older, with just a number, だんだん年を取るにつれて、you're told you're going to expect more osteoporosis. 例えばですね、ある年齢いくと骨粗しょう症になりやすいよとか。Why? なんで、Is osteoporosis caused by getting older? 骨粗しょう症の原因は年齢が上がったっていう原因ですか？ No. What do 違 they いますよ。recommend you do to keep from getting osteoporosis? 骨粗しょう症にならないためにこうしなさいっていうのは何があるんですか？ Drink more milk, 牛乳をもっと飲みなさいと、eat more cheese. もっとチーズ食べなさいとか。Yeah, those things cause osteoporosis. しかしそれは逆効果なんです。 Yeah. 骨 Get 粗 more しょう症、 sunshine. Get more sunshine. それより日光に当たりなさいって言 Eat うべ more きです。 greens. ナッパをね、もっと色の濃い葉っぱを食べましょ So we need to study health. う。つまり年齢を重ねて間違ったことを重なったからそういうこ But とにな it's ります good to ね。 have a working definition of what disease is. この健康について学ぶにつれてですね、病気とは何なのかっていうのをちょっと定義一緒に考えたいと思います。 That's the best definition that there is. ここにある Don't 言 read 葉 it, ですね。 please. 皆さん読んでください。 Okay. これは病気って何なのっていうことの素晴らしい定義だと How 思 do い you ます。 know you have a disease? 皆さん、病気だとか具合悪いっていうのはどうしてわかるんですか？ You have a symptom. 症状が出るんですよね。何らかの症状。 You might have a cough. 咳かもしれないし、 Is the cough the disease? その咳が病気ですか？ No. 違いますね。 Something's irritating the lungs. 肺とか気管とかに何か悪さがあるから So what should we do? 咳が出るっていうことだけですね。ですから私たちは何をすべきでしょうか？ Take something good for the lungs. 咳止めじゃなくて肺にいいものをすればいいんですよね。いいことをすればいい。 What do they normally want to give you? 普通は何処方されるんですか？ Something that keeps you from coughing. 咳が出てるって言ったら咳止めを、
ね、抑えるものをくださるんですよ So ね。 now what your body's trying to get rid of, it can't get rid of it anymore. そうすると体が出そうとして悪いことを出そうとしているときはそれもできない状態になっちゃいますね。 How about a fever? 熱の時はどうですか？ Is fever a disease? 熱って病気ですか？ No. 違います。 But they call that the first symptom of COVID. 症状ですよね。コロナの一番最初に現れる症状と言いますよね。 And what did they want you to do with that fever? その熱が出たらどうしたらいいと言われました？ Bring it down. 下げるようにとかね。はい、 But a fever is a part of your immune response to a disease. しかし熱っていうのは病気ではなくて、体が病気に対してしている反応なんですね。 When you get a fever, thank the Lord. 熱が出た時に、あ、神様ありがとう、この熱ありがとうと言うべきだと思います。 It means your immune system is alive and well and working. つまり免疫系がきちんと働いているっていう証拠なんですね。病気と戦う一つの手段、武器です。 So we know what a disease is now. さて、病気とは何なのかっていうのをこれで分かりましたね。 Now we got 3 steps we take. で、病気になった場合、3つのことをすればいいんです。 Figure out what you did wrong. まず、自分の生活の中で何を誤っていってこの病気になったのかっていうこと。 Think back the last couple of days. もう今から何日か前、あるいは、ね、何か病気になるようなことをしたかな。 I was doing meetings in the country of Ukraine some years ago. 昔ウクライナでですね、呼ばれて働いていたとき、 I was invited to a person's house one day for lunch. ある日ですね、教会員でしょうね、食事に呼ばれました。 I love Ukrainian food. ウクライナの料理は大好きです。 I love Russian food and Japanese food and Korean food too. ロシアの食べ物も韓国の食べ物、日本の食べ物みんな好きです。 But it was simple. I'm a total vegetarian. 私は完全菜食ですね。植物のものしか食べない。 But when lunch was over, そのような食事出してくれて美味しかったけど、終わったら she brought in a plate piled up with cookies. お皿いっぱいのね、クッキーを持ってきてくれました。 I like cookies. クッキーには目がないっていうんですかね。 And 大 these 好き were です。 not store-bought. These were store-bought unhealthy cookies. このクッキーはなんか健康のレシピ使って手作りしたクッキーじゃなくて、普通の市販のクッキーでした。 So what do? どうしたらいいでしょうかとちょっと迷いました。 You be polite 無礼になるといけないから一つ and 取り you まし eat one cookie. た。一つ食べればいいでしょ Oh, so good. う。美味しかったと。 I'll be doubly polite. もう丁寧にもう一つ取ることにしましょう。無礼にならないようにと。 I'll be triply polite. 無礼になってはいけませんっつってまた手が出て。そう Quintuple. 次々と。 I suffered for a week. その後ですね、彼ら調子崩してですね、1週間寝込みました。 If I eat sugar, it's not good for me. 砂糖にすぐ負けるんですね。 I knew what my problem was. そこでね、病気になってなんでっていうのはもうはっきりします。 Second step, 2番目のステップは、 whatever you're doing wrong, quit doing it wrong. その誤った行動をしてるならばね、それをやめることです。 You're drinking the wrong thing, start drinking the right things. 例えば、生活習慣を振り返ってみて、あ、こういう飲み物は良くないねと思ったら、それやめましょう。 Eating the wrong things, start eating the right things. 食事の中でこれは体に良くないの分かっているならば、それをやめて健康なものに置き換えましょ And get out of bed and start exercising. う。そして、なんていう怠けた生活しているならば、もっと体を元気よく動かすこと。Then there's a third step. 例えばの話ですね。そして Now we assist nature in getting us well. そして3番目にはですね、体が治ろうとしているのいつもですね、それをどのように助けることができるかっていうことを、それを助けをするんです。Medicine is not from nature. お薬ね、病院でもらうような薬はそうではないですね。 Now, I'm not saying don't take medicine, 決して薬使っちゃいけないと言ってるわけじゃないです。
but give natural remedies a chance. しかし、まず彼らがしようとしていることを助けるような自然療法をやってみた方がいいと思います。根本的に。Hydrotherapy, 例えば、水地療法、 charcoal, 活性炭、 herbs. ハーブを使ったり、 There's many wonderful things out there. もうとにかく自然界の中で彼らがしようとしていることを助けるものたくさんあります。Now, if we had a week-long seminar, we could teach you these things. 1週間のセミナーのシリーズであれば、具体的にそういうね、水の使い方、チャコールの使い方を教えることができるでしょ Right. So those are the basics. う。知りたい方は後で聞いてください。The はい foundation principle of health. 健康のね、本当に土台的な原則があります。Reason from cause to effect. まずですね、結果から原因を探す。Okay. On top of the foundation, there's 3 golden pillars. その上にですね、3つの金の柱が立ってます。Now, remember these simple things. これ、健康についての考えの基礎を教えてますね。 If you just be careful with these basics, これをよく知って気をつけてれば、you will be healthier people. もっと健康的な生活を送ることができるでしょ The first golden pillar is the life is in the blood. う。まず、第一番目の柱は、もう聖書の言葉ですけど、命は血液にある。If you have ginky blood, you're going to be ginky. つまり、健康であるためには健康的な血液が必要ですね。Where does your blood come from? 血液ってどこで手に入れてますか？ What you put into your body. どのようにできているかっていうことは、それ食べるものによって作られてますね。 The food you eat, 食べてるもの、 the water that you drink. まず飲んでいるもの。Blood plasma is over 90% water. 血液の液体の部分が 90% 以上水ですね。So what happens if you don't drink enough water? そうすると、水十分飲んでいなければ、 What happens to the blood? 血液はどうなりますか？ It becomes thicker. ドロドロになります。 Which leads to the second golden pillar. それでどうなるかというと、2番目の柱に関係します。Perfect health requires perfect circulation. 健康な、完全な健康のためには完全な血液循環が必要です。Thick blood doesn't circulate very well. ドロドロの血液はなかなか行くべきところまで行かないんです。So how do we increase circulation? どのようにすれば血液循環よくできますか？ What we do with our body. まず体を持ってどうするかっていうことですね。We can go out and exercise. つまり運動ですね。Okay. If you can't exercise, massage is passive exercise. 運動できない人もいるんですよね。歩けない人とか弱って。その人にマッサージしてあげると、それは動かない運動と考えていいです。血液循環 Hydrotherapy. 良くする。 Hydrotherapy. 水治療法も血液循環良くする。 How many of you ever had hydrotherapy? 水治療法を行ったことのある人は手を挙げてください。Ever been to the onsen? 温泉に行ったことないですか？ Taken a bath? Taken a shower? 自分の家の中でお風呂入ること、シャワー浴びることも、 Hydrotherapy. それもある意味の水治療法ですね。Monday night, I go to the onsen. 今度の月曜日の夜、温泉に行くことになっています。 I always go the night before I leave Japan. 日本から去る前の晩にいつも温泉に行かせてもらっています。 How many kidneys do you have? 皆さん、腎臓っていくつありますか？ Two? 2つだけですか？ Oh, Americans have 3. アメリカ人は3つあるよ。 Yeah. We got one here, ここに1つ、 one here, ここに1つ、 and the other one covers our body. It's called our skin. もう1つ、腎臓と言わないけど、腎臓の働きする肌が第3の腎臓と、So I'm going to go to the onsen and go into the sauna 温泉に入るときですね、サウナに行きます。 and sweat those toxins out. たくさん汗かきますね。いろんな毒素を出す。We're all toxic. 私たちみんな彼らに毒素をためてます。Fukushima is not that far away. 福島はここからそう遠くはないですよね。And I'm going to tell you what you can do about that too. そ If we れ have だ time. けではないけど、そういう毒素をいつも私たち受けてますよね。
Sunshine helps circulation. また血液循環を良くするのに日光に当たること How does it do that? 役に立ちます。どのように It dilates the blood vessels. もう血管拡張します。If you have somebody with high blood pressure, 血圧が高いっていう友達がいたら put them out in the sunshine. その人外に出て日光当たるように Now I realize that's a 教えてあげ problem て here く in ださい。 Japan. 日本ではそれはちょっと難しいなと思います。You're going to go out in the sunshine. 日光に出るとき You're going to have long sleeves. 長袖着て You're going to put something over your head. 帽子かぶって You're going to put a mask on. マスクをかけて And you're getting no sunshine. もういい天気なのに何にも日光浴はできてないですよね。Get at least 20 minutes of good direct sunshine on a lot of your body. 皆さん、体のできるだけ面積多く20分ぐらい毎日日光に当たるようにしてください。Most people in the developed world have low vitamin D. 先進国のほとんどにはビタミン D がとても足りてないです。And then for circulation, drink more water. 血液循環を良くするためにもう一つできることはお水を飲むこと。There's been a very interesting study on just drinking water. お水を飲むことの大切さを教えてくれる研究があります。Water drinking and fatal heart disease. 心臓病で亡くなる確率と水の飲む習慣の、調べですね。All right. Those people drinking 2 or less glasses of water a day. 1日2杯お水飲むか飲まないかぐらい、それ以上は飲まない人たち Relative risk of 1 of dying of heart disease. の心臓病で亡くなる確率、大体分かってますから、それ1と数えてますね。Those drinking 5 or more glasses of water a day. 1日5杯あるいは5杯以上の水飲んでいる人は Women had 41% less fatal heart disease. その1の人たちより女性の場合は 41% その確率が少なくなります。Men had 54% less fatal heart disease. 男性では 54%。That's just drinking water. たったの水飲んでるだけですよ。こんな違いが出てるのは。And you should be drinking minimum of 8 glasses of water a day. これは5杯ってなってますけど、最低 8杯、1日8杯飲むように言 I われ try て to ます、ね。 drink between 3 and 4 liters of water a day. 私自身は頑張ってですね、1日3リットルから4リットル飲もうとしてます。But here's what some people say. でもある人たちがこう言います。I don't like water. お水嫌いです。So you're going to drink something else. だから喉乾いたら何か違うものを飲むとしますね。Well, the study looked at that too. その研究ではそういう人たちのことも調べました。People drinking 2 or less glasses of other liquids. これも水以外のもの1日2杯飲むか飲まないかの人たちを、Relative risk of 1 of dying of heart disease. その心臓病で亡くなる確率が1と数えます。All right. Those drinking 5 or more glasses of other liquids. 1日5杯以上の水以外の飲み物を飲んでいる人たちは Men's risk went up 146%. 男性の場合はその心臓病で亡くなるリスクが 146% 上がるんです。Women's risk went up 247%. 女性はもっとですね、247%、2倍半ですね。Drink water. 皆さん、お水が一番です。That's the fluid made for man. 人間の体に一番マッチしてるね。負担はかからないし、素直に使えるのは水です。The third golden pillar. 3番目の金の柱は Your attitude about life. これは一言で言えば生きてる姿勢ですかね。考え方。This is so important. これはとっても重要なことです。Does that lady in the middle with the white pants, does she look happy? 白いズボン履いてる女性は幸せそうに見えますか？ハッピーですか？ She's surrounded by her great grandchildren. ひ孫に囲まれてますね。It's her 90th birthday. 90歳の誕生日です。Yeah. She was a happy person. 彼女はとってもいつも明るくて前向きの人でした。I should know she was my mother. それは母ですからわかります。
She just died a few years ago, just before 97. 数年前にですね、97歳になるところで亡くなりました。My great grandmother died at 96. ひいおばあちゃんが96歳で亡くなりました。My grandmother died at 96. おばあちゃんが96歳で。My mother died at 96. 母も96歳で。My oldest sister died at 69. 一番上の姉は69歳で亡くなりました。And she carried bitterness in her heart. 年齢は全然違いますよね。彼女はあること、出来事に対して許せない心をずっと持ってました。You cannot have anger, unforgiveness, or guilt in your heart. もう心の中にですね、怒りとか許さない、あるいは罪悪感、これは持ち続けると大変な結果になる。Or fear. あるいはなんていうの、怖い。Fear 恐れ。is toxic. 恐れっていうのも毒です。Okay. All right, we got a foundation and 3 pillars. 土台ができました。3つの柱ができました。It supports what we call the laws of health. We call New Start. このものが基礎で、上に健康の原則、簡単な言い方でニュースタートと言います。Now, the last T is trust. 一番、それは英語の言葉の頭文字なんですね。一番最後のは T はトラスト、信頼。I look at that a little bit differently than most people. それは多くの人の見方とちょっと違う見方します。I said you cannot have any negative emotions residing in your body. なんていうの、マイナス思考の感情をね、抱いてはいけないと言いましたよね。If you do, you have a broken brain. もしそれを抱え続ければ、脳が壊れてるっていうふうに考えていいと思います。Now, there are 6 major factors in almost every disease. ほとんどの病気の共通点が6つあります。That's, to me, the biggest. これが一番大きいのじゃないかと思います。Another one is toxicities. この心ですね。はい。もう一つは、毒素は関係する。Another one is a microorganisms. もう一つは、病原菌。You heard of coronavirus, haven't you? コロナウイルスって聞いたことありますかね。Yeah, most of you are still wearing a mask because of that thing. まだまだマスクしてる方もいますね。その関係で。Inflammation. また炎症ですね。Every chronic disease is an inflammatory disease. すべての慢性病っていうのは炎症から始まる。あるいは含まれている。A weakened immune system. そして免疫力が低下しているっていうこと。And free radicals. そして活性酸素。Ionizing radiation. 活性酸素あるいは放射線。Now we're going to look at most of these things very briefly. これはさっと全体を説明します。But I've got to talk about the brain first. しかしそこに行く前に脳ですね、心って言いましょうかについて話したいと思います。Where did modern medicine philosophy come from? 現代の医学の思想になる考えはどこから来ましたか？ Who's the father of modern medicine? 現代医学の父と、現代って言っても昔ですよ、昔から。You ever heard of Hippocrates? ヒポクラテスは知ってますよね。ヒポクラテスというギリシャの人ね。That's where our philosophy of medicine comes from. それは現代の医学の、思想のあるところですね。And they looked at the human being as 2 parts. ギリシャの人たちは人間は2つの部分でできているというふうに考えました。The body, 体があって、and in Greek that was the soma. それはソマって言いますね。Okay? And then the mind. そして、頭ですね。考えるところ、心。And in the Greek that is the psyche. それはギリシャ語でサイキと言いますね。If you put those 2 Greek words together, その2つの言葉を合わせると、you get the word psychosomatic. 英語でサイコソマティックというんですけど、心身病という
Do you know what that こと is? になります。どういう意味かわかりますか？ Anyone familiar with that term? この言葉ご存知の人いますか？ Anybody? 誰もいないですか？ Mhm. あはい。 Okay. What? Tell me what it is. 体の不調が体の心の不調が体の不調につながっている。そうですね。Yeah, he's got it. Okay. Yeah. It's diseases that begin here. そう。つまり、心の問題からどっかの体に現れてるっていうことですね。How many diseases begin in the mind? どれだけの病気は心から始まってるんでしょうか？ 90%. 9割と言われてます。Now you see why it's so important? どれだけ心はどれだけ大事なのか、これでわかりますか？ I live in the country. 私、田舎に生活してます。I built my house. 自分の家を自分で建てました。I built other buildings. 他に建物も建てました。But every once in a while I make a mistake. でも、時々間違えます。I hit the wrong nail. 釘打つつもりで、英語で同じ言葉で、See my thumb? ネイルって言いますよね。That really それ hurt. 当たる時があります。言いたかったですね。真っ黒になってますね。 But now we're getting more modern. しかし、現代はもっと便利なものがありますね。金槌よりは。Mechanical nails. ね、機械でツンツンって。You can make mistakes with those too. それも誤って使うこともあります。The summer of 2022, 2022年の夏には、I ran one through my finger. それを使ってですね、指突っ込みました。 Well, there was another man, he was working on a house up これは on a ladder. ある人の話ですけれども、なんだっけ、はしごを登ってですね、高いところで仕事してました。As he was coming down the ladder, he did not notice there was a nail sticking up through the floor. そのはしごから降りるときに見ないで降りて、そこに釘が上に突き出てるのがありました。And he stepped right on it. それを思い切って踏んじゃったんです。It came right through. もう靴の上から見えました。He was in a lot of pain. すっごく痛い気持ちでした。That would hurt. 痛いでしょう。Well, they rushed him to the hospital. で、そこで病院に運ばれて、They cut his boot off. で、ブーツをね、切って脱ぎました。And that's what they saw. そうすると、こんな足でした。It did not touch his skin. もう肌に全然刺してないです。Right between the toes. そう指と指の間にしかないです。But his eyes saw a nail sticking out of his boot. しかし目で自分の靴から釘が突き出てるのを見ました。And he felt the pain. そこで痛い思いをしました。感じました。痛み。That is psychosomatic. その痛みはさっきの心身病の一つですね。Our life is about choices. 私たちの人生は選択にかかっています。All right, sometimes you wake up in the morning 朝起きたときに and you feel like this. 時々こんな感じで朝から感じることはありませんか？機嫌斜めって言いますか？ It's going to be a bad day. ああ、もう嫌な一日になりそうだっていうように。That's your choice. でもそこで選択はできます。You can stay like that all day long, もうそんな気持ちで起きたからその通りの一日過ごすことはもちろんできます。making everyone around you miserable 自分も周りの人もみんな惨めな気持ちになりますね。 and making you sick. そして自分の体を病気に導く。 Or you can make a choice. それかその辺で、その時点で You can go from that 選択によって to that. こういう気持ちに切り替えることはできるんですね。 It's a choice we got to make every day. それは毎日の選択ですね。 If you anticipate a happy event, これから何か楽しみにしていることがある時、 anyone here anticipate happy events? そういうことありますか？ I know you're too old to anticipate birthdays. 誕生日を楽しみにしているような年齢じゃない人も多いんですけれども、I don't look forward to birthdays anymore. 私はもうそれ楽しみはしてないけど、
But I do look forward to happy events twice a day. 毎日ですね、2回ですね、楽しみにしていることがあります。You know why? 何でしょうか？ I eat 2 meals a day, 私は1日2食しか食べてないので、and I love food. もうお腹空いているし、食べ物好きです。I know I don't look like it, but I do like food. 食べ物大好きだっていうような体型ではないんですけど、それは分かってますけど、The, 大好きです。 the anticipation of something happy does something in your brain. とにかくね、何かこれから起きることに対して楽しみですっていうことあると、脳にはあることが起きます。You produce more beta endorphins, ベータエンドルフィンという物質が分泌されます。 27% more. 普段のレベルよりも 27% 多く分泌します。You also produce more human growth hormone, そして人間成長ホルモンも増えます。 87% more. なんと 87% も多くなります。So, what do these things do as far as your health is こ concerned? の2つの物質は健康にどんな影響を与えますか？ They build and they strengthen your immune system. 免疫系を作る、そしてより強くする So 働きします。 How many of you would like a good dose of endorphins right now? 今、エンドルフィンたくさん欲しいなと思っている人はいますか？ Want some? 欲しい人、Okay, はい、 okay. 手挙げてください。 Very easy. 簡単にできますよ。 Smile. 笑ってください。 Just the action of smiling releases endorphins. 笑顔を作るだけでエンドルフィンが作れます。 Now, I know some people don't like to smile. もう笑うのがなかなか上手じゃない人います。 Force it. 作り笑いでも OK。 Even that works. 作り笑いでもエンドルフィンが出ます。 There is a branch of science that studies smiling. 笑顔のことを対象にしている科学者たちがいるんです。研究者たち。 Now, Americans and Japanese share something in common. アメリカ人と日本人は共通点一つあります。 A love of baseball. 野球が大好きですね。 So they looked at pictures of baseball players from the 1950s and the 60s. その研究者たちが1950年代とか60年代に活躍してた野球選手を、調べました。Now, here were two famous baseball い players. ろんな人を調べたけど、この中にですね、この2人は、They います。 measured their smiles. その笑顔をですね、調べたとき、測ったっていうか、どれだけ Roger Maris didn't smile much. 笑ってるか。この左の人はあんまり写真にね、笑ってる写真あんまりなかったです。 Ernie Banks loved playing baseball. He smiled all the time. 右の人はもう野球大好きだし、もういつでも笑顔してた、そういう写真いっぱいありました。 Look closely at the difference. よく見てください、この違いは。 Yeah. わかりますか？ 51 verses 84. 何歳で亡くなったかっていうことです。Because Ernie Banks had a philosophy. アーニー・バンクスですね、右の人は、こういう思想を持ってました。 If you're not happy to hear, you're not going to be happy anywhere. どこにいてもね、自分の幸せ、自分の心の中に You're going to find happiness inside yourself. なければ、ね、どこ行ってもハッピーにはなれないでしょ It's a choice. Happiness is a choice. う。どう見るかっていうのね、自分の考えで気持ちが出てきて、選択です。 Another study was done with college female students. もう一つの研究は、女学生、 This has been a long time ago, 1958 to 60. 58年から60年に女学生だった人たち。 They looked at all the pictures and looked at those who had the real smile. それぞれの人は何回もそのイヤーブックですか出てきてどれだけ心から笑っているかっていうことを調べました。 You know how to tell a real smile? 本当の笑いかどうかどうやって判断するか分かりますか？ See, many of you got a mask on. マスクしてる人が多いんですね。 I don't know if you're smiling or not 口が笑ってるかどうかは私は見ることはできません。 unless you smile with your eyes. しかし心から笑ってる人は目で分かります。 So I can have a big smile on my face, but my eyes aren't happy.
とにかくね、どんなに口を笑った形にしても、目が笑ってないならば、それは心から笑ってないということですね But。it's when the eyes get that squinty look, that's when you're really smiling. 本当に笑うと、やっぱり目にね、こう、なんか、細めたりとか、So 変わりま those すよね。 students got happily married. そこでね、笑顔が多かった人たち、 Well, they probably all got married, 将来見たわけですね。 but those stayed happily married to the same person their whole life. いつも笑っていた人たちが、どっちかというと、長く同じ人と幸せな生活ができました。 They also tended to be more healthy and more athletic. そしてそうじゃない人と比べてですね、健康であったし、活発ですね、スポーツとかす And る they 人 stayed た that ち。 way their whole life. それ一生続いたことですね。 So happiness has a lot to do with longevity. 幸せ感ですかね。どれだけ自分が幸せ感じているかっていうことは、長寿には大きな影響を与えます。 So learn how to smile. ぜひ、もっともっと笑うようにしましょう。 Now, here's what medical science says. 研究者たちがこう言います。 A positive attitude is predictor of better health. 前向きな姿勢がある人たちは、より健康的であるということはもう、なんていうの、予言できる。予想できる。 But a negative attitude is a predictor of worse health. その反対もあるということですね。 Now, this isn't something that's new. これは、最近分かったこととかではありません。 3,000 years, a wise man wrote something very interesting. 3000年ぐらい前にある賢い人がある言葉を残しました。 His name was Solomon. ソロモンという王様でした。 He said, A merry heart does good like a medicine. 聖書の中に残した言葉は、楽しい心は薬のようであるっていう And a ことです broken spirit dries the bones. ね。憂いの心は骨を枯らすっていうふうに。 Now, that's been proven scientifically. その言葉はその通りであるということは証明されています。 There's a group of people in a scientific study. ある研究者たちの研究に何人か含まれてますね。 How much calcium do we need? それ何を調べてたかというと、人間はどのぐらいカルシウムを必要としているかということを知りたかったんです So ね。 every person received 1,500 milligrams of calcium every day. その関係者みんなに毎日 1500mg のカルシウムを飲むように食べるようになってました。 Then they collected their urine and their feces to see how much they were losing every day. そしてそれぞれからですね、その日出たものをですね、尿と便、調べてですね、カルシウムはどのぐらいその中に含まれているかっていうのを見ました。 One guy was losing 800 milligrams. ある人が毎日 800mg ぐらい So 出 what て did まし that た。 mean? つまりどういう意味かというと、 He only needed 700 milligrams of calcium. 彼の体が 700mg 必要としてたから残ってたっていうことですね。 Your body gets rid of what it doesn't need. つまり体が必要じゃないものは捨てるっていうことになりますね。 But right in the middle of the study, his wife died. しかしこの人のこの研究の最中ですね、最愛の奥様が亡くなりました。 He stayed with the study, でも研究続けました。 but he is no longer losing 800 milligrams of そ calcium. れで次調べたときですね、便とあれには 800mg じゃなくて、 He was losing 2,300 milligrams of calcium. 2300mg を失ってました。 Remember what the wise man said? 賢い人は何と言いました？ A broken spirit dries the bones. 憂いの心は骨を枯らすって書いてありますね。 Well, that's what science is telling us too. それ、現代にですね、証明されていることです。 And it says depression in premenopausal women is a factor in osteoporosis. 月経の前の女性は、うつになる場合ですね、将来は骨粗しょう症になることが多いっていうことが分かっています。 Happiness is your choice. 幸せ、幸福は自分の選択にかかっています。 I just want to talk for just a minute about inflammation. ちょっとですね、炎症について話したいと思います。 Diabetes is inflammatory. 糖尿病っていうのは炎症
の病気です。Heart disease is inflammatory. 心臓病も炎症が含まれていま Cancer す。 is inflammatory. がんもそうです。Every September, we used to do a cancer seminar here in Japan. 以前ですね、日本でですね、がんセミナーっていうか、っていうものをやってました。10 years ago, last month, we were doing one right here in Japan. 慢性病何でもいいからその人たちが来て、どうしたらいいか学んだわけですね。September 2013. 2013年にそのことをやってるときに、A woman came. She sat over here on my right the first night. ある女性がそこに参加しました。Right? That's what she looked like. That's her. それは本人です。In August of 2013, こんな姿で座ってました。その年の8月には、she'd been diagnosed with stage 4 breast cancer, 4期である乳がんが発見されました。given 3 months to live. もう命は3ヶ月と言われてました。And now it's September. それはね、8月で今9月ですね。2 months to live. あと2ヶ月しかないという体です。And she did not look healthy at all. 見た目は全然健康ではなかったですね。She was holding her blouse away from her breast. その着てる服がお乳に触らないようにしてました。She had a discharge 痛 from い her から、 breast. 痛いから。そして体液もじわじわと出てました。Well, there is something good in almost everything bad. まあ大変な状況の中でね、いいことがある場合が多いんですよね。In May of 2013, I had an accident. その年の5月に自分自身が事故に遭いました。I broke 7 bones. 7箇所骨を折ってしまいました。And a friend of mine brought me a bottle of curcuma tablets. その時ですね、私の友達の一人が私にウコンの錠剤持ってきてくれました。Fantastic anti-inflammatory. これはそういう状態の人にいい抗炎症剤ではあります。It's great for pain. 痛みにいいからくれたんですよね。But I didn't take them. しかしその時は飲まなかったんです。But I have been taking them recently, some Ukon recently. 実は最近飲むようになってます。I was in a lot of pain a few weeks ago. 数週間前にあることが起きて大変痛い思いしてたんです。Now you can take the tablets the way they are. まあそのウコンですね、そのまま飲むことはできます。You can just mix powder and water and drink it. 水に溶かして飲むということはありますね、できます。But there's a better way. しかしそれより効果的な飲み方があるんです。Mix it with some oil. 油に混ぜることです。I like to use coconut oil. 私はココナッツオイルと混ぜるのが好きです。Put it on a piece of bread and eat it. それはまあパンに塗っても、食べる、とにかく食べる。See, the oil coats the curcuma. その油がそのウコンの、まあ、粒をコーティングするんですね。Which means it's going to get out of the stomach in full force. そうすると、なんていうの、腸に入るときは、胃に入るときはこうかぶされているから、腸に出るまでは守られているわけですね。So now your body can take up 12 times more of the anti-inflammatory properties. そして多分十二指腸の中ですね、吸収されて、水で飲んだ場合よりも12倍強く体が使うことができるみたいです。吸収できる。But this is the way I do it. こういうやり方もあります。I bring some water to a slow boil. お湯をですね、沸かすんです。ゆっくりと。こ Now と you're こ going と to say, how much water? どのぐらいの水かっていう人が多いんですけど、How much water are you going to drink in the next 2 hours? 今から2時間のうちに飲まなければならないから、それに合わせた量でいいです。Then once it's after slow boiling, you add your curcuma. ことこと沸いてきたら、ウコンをその中に入れるんです。You're going to ask, how much curcuma? どのぐらいという人もいるでしょう。Doesn't matter. 別に決まってる量はないです。At least a teaspoon. 最低小さじ1杯入れましょうね。You let it slow boil for 10 minutes. ことこと煮るのは10分間。And then you drink it. それから、冷まして飲むことですね。Well, I ran to my room when I was doing this cancer seminar and I got my bottle. I took them to Japan with me. とにかくね、その事故にあって飲まなかった
ウコンをなぜかスーツケース、日本に来るときにスーツケースに入れちゃったんです。Gave them to her. でその女性に差し出しました。 2 tonight, 2 in the morning. 2 every morning and every night. 今夜からですね、毎晩2つ、毎朝2つ飲みなさいって言いました。The next morning, she had no pain, 翌朝、彼女来たら痛みがないと言いました。 no discharge. その唾液が出たのも止まってました。 And this is her in 2016. 2016年にこの写真が Oops, 捉え no, ました。 there she is. Come on, get over there. Here we go. 元気そうですね。 3 years past her expiration date. もう賞味期限という言い方するんだけど、もうここまで寿命って言われた3年後にこの姿です。 Was it just a curcuma? あれ、ウコンががん治したっていうわけですか？ No, she 違い did ます。 everything we said. 違います。そのセミナーで習ったすべてのことを忠実に行いました。 Total vegetarian diet, もう食事を完全に動物性をやめて植物だけにしました。運動を積極的にしました。水たくさん飲みました。 going to bed on time at night. ちゃんとね、夜更かししないで早く寝ること、十分寝ることなど、 The whole plan. この8つの原則全部取り入れました。 But there's one other thing that she got. そしてもう一つ、 There was a study done in 1953, 1953年に行われた研究、 done by Johns Hopkins University. ジョンズ・ホプキンズという大学で行われた研究。 They did it with rats. これネズミでやった研究です。 They put them in large jars of water. そのネズミたちはお水の入った瓶に入れました。 And they would sit there and paddle around for a while. それぞれですね、こう泳いだわけですね。 But after 15 minutes, they sink to the bottom and die. しかし15分ぐらい経ったら疲れ切ったか下に沈んで死んでしまった。 Then they tried it again with a different group of rats. その研究者は新しいネズミでもう一回やってみました。 They put them in the water. 水に入れました。 But when they saw that they were about to give up, しかしもう諦める寸前に they brought them out, 取り出した。 dried them off, 乾かしてheld them for a while, 可愛がった。 then put them back in the water. またお水に入れました。 They went longer than 15 minutes. そして2回目にはですね、その15分以上に長く頑張ることができたんです。 They went longer than 150 minutes. 150分以上頑張ることができました。 They went longer than 1,500 minutes. 1500分以上頑張ることができました。 They went 60 hours. 60時間。 240 times more than the first rats did. 最初のグループよりも240倍長く頑張ることができたんです。 Why? なぜ？ They were given hope. 救われる、助かる希望が与えられたからです。 See, this is one of the most dangerous things that happens with cancer patients. がんの患者にとってすごい危ないことがあります。 Stage 4, なんだっけ、4期ですとか言われて、 3 months to live. 命はあと3ヶ月と。 Where's the hope there? それで何の希望を持てるんですか？ People just give up. もう希望なんてありません。あなたにはないっていうふうに言われてるんですね。 Gotta be hope. 希望がなくちゃいけないんです。 And she received hope. 彼女はそのセミナーに参加して希望を抱くことができたんです。 And it extended her life very nicely. そしてその習ったこととその希望を合わせてですね、彼女の寿命を伸ばすことができました。 I feel it important because I'm in Japan to talk about ionizing radiation. 日本にいるのでこの話をしたいと思うのがあります。 Free radical damage. 活性酸素とか、Now we're all exposed to free radicals. 活性酸素っていうのはいろんなところから来るんです。 Pollution, 空気の汚染とか、 mental or physical stress, ストレスですね。体に対するストレス、脳に対するストレス、
overeating, high-fat meals. 食べ過ぎとか脂肪の多い食生活、みんな活性酸素を作るんです。Fukushima Daiichi. そして、放射線ですね。Is that reactor still hot? 福島第一はまだ暑いですか？もうみんな忘れてる頃ですね。Have you ever heard of a place called Chernobyl? チェルノビリっていうところ聞いたことありますか？ Do you know what year that thing had its accident? その事故は何年だったか覚えてますか？ 1986. 1986年でした。The reactor is still hot. 今もまだ暑いんです。It'll be hot for 1,000多 years. 分1000年経っても、1000年経った頃に冷めるかな。They can't stop what's happening in there. その中で行っていることをね、止める方法はないんです。So it's constantly releasing radioactive particles. なので、そこからある程度ですね、その放射線が飛ばされています。Okay? And we call it free radicals. それは、体の中であると活性酸素と言います。So here we have two atoms. これは、原子ですね。2つの原子があります。The one on your left we call an antioxidant. この左側は抗酸化物質です。 Have you heard of antioxidants? 聞いたことありますか？ No? Okay, that's good. That's fine. You're going to learn about them right now. これすっごい重要なことだからぜひ覚えてください。So this atom over here, こっち側の方は、it loses an electron. これ電子ですか？分子ですかね。 It 回 just ってるも became のを a ですね、 free radical, 一つかけると、 which means it's going to be around stealing electrons from other atoms. それ活性酸素になっちゃうんですね。で、その状態でいられないので、隣の原子から一つ取っちゃうんですね。 It can get right down to your DNA. そして取られたまままた取っちゃう。この動きで体にダメージを与えるんですね。 And almost all cancers are caused by mutation of the で、 DNA. それいろんな細胞に働きかけてるけど、彼らの細胞の中の、遺伝子まで傷つくことがあるんですね。 So how do you fix the problem? 遺伝子が傷つくとがんの始まりですね。じゃあ That's どうしたらいいかという That's こ what と。 the antioxidants for. その問題の解決のために抗酸化物質がある。 Look up here. Watch what it does. はい、見てください。 It gives up an electron. 自分の分子をですね、上げるって。That's no longer a free radical. そうすると、こっち側落ち着くんですね。もう And that does not become a free でも radical. この抗酸化物質はそれいくら与えても自分がその悪るものにならないわけ。与えても OK How'd that なも happen? のです。どうしてそんなことあるんですかね。 Kami-sama. これは神様の考えた仕組みとしか思えないですよね。 That was put into nature to help us in 2013, それは人間が2023. 作られた状態から私たちの作られた時点からですね、私たちの体にある仕組みですね。その今2023年に生きている私たちのために、 So where do we get these antioxidants? この抗酸化物質はどこで手に入れますか？ In your food. それは食べ物の中にあるんです。 This is persimmon season. 今、柿の時期ですね。 Orange food オレンジ色の食べ物、その色の濃いもの and に grape season. たっぷり入ってますね。ぶどうであったり。 Eat your fruits and your vegetables. とにかく植物にしかないですね。動物性のものにない。で、色の濃いものであればたくさん入ってます。All right. How many of you have heard of Dr. Akazuki? 秋月医師っていう人、聞いたことある人いますか？ It's a shame. 聞いたことないでしょうね。それは残念なことに思います。 He was a 29-year-old doctor in Nagasaki 長崎で働いていた29歳の若いお医者さんでした。 in August 1945. 1945年の8月に。 His hospital was 1.4 kilometers from the hypocenter of the blast. 彼の病院とその爆弾が落ちたところ 1.4 キロメートルしか離れてないです。 But he had been studying radiation. しかし彼はその時点の前からですね、放射線について勉強していました。 And this was long before the bomb. ではね、その
原子爆弾あるっていうことも知らないで、This was long before nuclear power plants. そういう、それでエネルギー作るとかいうことも誰もまだ考えてないとき。So what radiation was he studying? じゃあ何の放射線について勉強してたでしょうか。X-rays are radiation. 例えばレントゲンですね。Sunshine is radiation. 日光からも放射線いただくんでしょう。Radon from the earth is radiation. また地面からですね、ラドンがあるところから放射線が出るんですよね。And it all causes damage. それは全部体にダメージを与えるものです。So he was studying how to protect people from radiation. だから彼がそのダメージからどう身を守ることができるかっていうことを学んで勉強してました。Many people got sick and died of radiation poisoning after the bomb. そして爆弾が落とされてからですね、多くの人が放射病になりましたね。So what did he do? 彼はそれに対して何をしたでしょうか。 He came up with a solution to the problem. こういうことをすればみんな大丈夫でしょうという考えがありました。And my recommendation, we start following his solution right now. それはとても成功したものなので、私たちも、そこから学んで行った方がいいと思います。 It was all about diet. それは食生活に答えがありました。He fed his patients genmai, not hakumai. その病院にいる患者さんたちには白米じゃなくて玄米を食べさせました。Now, you may not like to get genmai every day. 毎日玄米かと思うかもしれません。It was whole grains. 必ずお米じゃなくても、とにかく穀類は精白されてないものですね。He gave him miso soup, 味噌汁飲ませました。 microbiotics. その中にですね、なんていうんですか、発酵食品のね、いい微生物があるわけですね。You don't want miso soup every day? 日本人だから嫌だって言わないけどね、毎日味噌汁飲みたくなければ、Sour plum. 梅干しもいいし、納豆とかそういうものですね。Kimchi, if you can find it. キムチもそうですね。Okay. 発酵食品ですね。Sea vegetables, そして海藻。 high in minerals, 海藻はミネラル分が多い。 especially one of the most important ones, iodine. 特にですね、この放射線に対して大事な栄養素は要素ですね。Hokkaido pumpkin, そして北海道のパンプキンですね。 it's just whole vegetable. まあ Okay. それに限るっていうことじゃないけど、野菜、ね、多分その時はあったものでしょうね。And real sea salt, そして海からの自然塩。which has all the minerals in it. それもミネラル分が多く含まれているからと思います。 And sugar, そしてお砂糖 none. ゼロです。砂糖は食べてはいけません。I like sugar. 砂糖美味しいのにね。 Our body is very selective in what it puts in itself, what it wants. 体が、栄養素を必要としてますよね。Okay, let's say you're your body. Okay. 皆さんは自分の体だとします。Which apple do you want? どっちのリンゴが欲しい？ That one over there? はい。 I already ate it. もう食べちゃったよ。 You're 私が starving when you eat the other one. とってもお腹空いてて弱ってるのであれば、右側のリンゴを食べますか？ Yes, you will. 食べると思います。腐ってるわけじゃない。しな That's び the てる way だ your けです。 body works. 体はそうである。 Your body needs sulfur. いいものが欲しいけど、それがなければ似たものを受け入れます。 But if it's not getting enough sulfur in your diet, it's going to take sulfur 35. 体が、硫黄ですね。硫黄を必要としてるけど、食生活の中にそれが足りなければ、That's radioactive. この放射線物質である硫黄35があれば、体がそれを受け入れちゃうんで Now す。 you see the number down here in the lower corner? 細胞に持っていっちゃうっていうことですね。 See that? この87 days. 下の数字見てください。 That's called a half-life. これがその物質の半減です。 So let's say you get that much in your body. これだけ体に入ったとしますね。
In 87 days, half of it's still there. 87日経ったら、その量が半分に減ってる。半分残ってます。87 days, a quarter of it's still there. また87日経ったら、まだ4分の1あるってことですね。And all the time it's doing damage to your body. その体に残っている間にですね、そのものが悪さをしてるわけですね。ダメージを与えてます。Eat more sulfur. ぜひ十分なイオンをちゃんとしたイ Where オ do ン you を get the 取るよう sulfur? にしてください。 Where do you get the sulfur? どこから取れるんでしょうか。 The cruciferous vegetables. それは特にですね、このなんて油中 And の I 野 see 菜で lots すね。 of these things here in Japan. よく食べられているものですね。日 Eat 本 your sulfur containing foods. でそして、右側のね、ニンニクとか玉ねぎにもありますね。ぜひそれを十分に取ってください。 And these are some of your strongest anti-cancer foods. これは同時にですね、抗がん作用が強いものです。Okay. Then we got potassium. なんだっけ、カリウム。Okay. It's good for the, when you see the pictures, Kohi there, good muscles. この写真っていうのは、そのカリウムが必要としている、使われている、主に使われている部分があ The るわけ liver. ですね。Okay. But if you don't get enough potassium in the diet, そのカリウムを十分に取っていなければ、you get cesium-137. そのセシウム137っていうものが出ていれば、体に入っていれば、それはそういうところに臓器に持っ The ていかれ body るんです。 thinks it is potassium. それカリウムが来た、はい、必要なところに持っていくわけ。騙されちゃうわ It け。 lets it into the cells. もう、なんていうの、抵抗しないで受け入れちゃうんです。 Okay. So where do we get potassium? カリウムはどこから取れるものでしょうか。 It's in the plant kingdom. それはほとんどの野菜に豊富に入ってます。 Now you do your own research. Where do you get these good minerals? 皆さん、このね、栄養素をどこで手に入るかっていうのをぜひ調べてみてください。If you sweat a lot, if you smoke, if you take a lot of salt, you need more potassium. 汗かきの人、タバコ吸ってる人、塩を多く取ってる人なら普通より多くカリウムを必要としています。Your body needs iodine. また体が硫黄を必要としてますね。 But if it doesn't have enough iodine, 硫黄が足りなければ、 you're going to get iodine 131. その必要を満たすために要素131受け入れられちゃうわけです。One of the most carcinogenic of radioactive isotopes. これは放射線物質ですけれども、その中で最もがんにつながっているものです。So where do we get our iodine? 要素をどこで As a sea 手に入り vegetable. ますか？海藻ですね。And there's plenty of other places. 他にもいっぱいあります。Get some Celtic salt or some Himalayan salt. ぜひ皆さん使っている塩ですね。日本で言えば岩塩って言いますかね。はい。Take a couple crystals every day and just eat it and drink it down. 毎日いくつか何粒かですね、水に溶かして飲んだりしてください。84 minerals. 84種類のミネラル分が含まれています。 Then there's iron. そして鉄分、 That's very important. とても重要な栄養素ですね。 But if you don't have enough iron, 足りていなければ、 you're going to get plutonium-238 and plutonium-239. この偽物が体に受け入れられるんですね。 See the half-life? その半減は88 years. 88年ですよ。日 We じゃな need く to て make sure that we are not anemic. ですから、その偽物を受け入れないためにね、十分な鉄分取ってるということは大事なことです。How do you check whether you are anemic or not? 鉄分は足りないと、なんて言うんでしたっけ？貧血ですね。貧血であるかどうか自分でチェックできますよ。Look in the mirror. 鏡見てください。 Look at your conjunctiva. この目の中ですね。 It should be color, it should be pink. そう、綺麗なピンクであれば、If it's white, you're anemic. 白っぽいのであれば、貧血かな。 So what should you do? どうしたらいいんでしょうか？ Deep green leafy vegetables. ぜひ色の濃い葉っぱを多く取るようにしましょう。 Tomato sauce. トマトに煮詰めたもの。 If you can,
Blackstrap molasses. できるならば、これ、糖蜜っていうんだけど、甘くないですね。もう苦いぐらい、It's all in the plant kingdom. モラセスっていうんですけど、 Okay. とにかくCalcium. プルーンとかそういうものも多いんですね。カルシウムもそうです。If you don't have enough of that, strontium 90. カルシウムが足りなければ、ストロンチウム90という偽物が彼ら Half-life 受け入れちゃう almost んです、 30ね。 years. これの半減は30年近いですね。So where we get calcium, we don't drink cow's milk. 牛乳飲むようにはお勧めしませんけど、そしたらカルシウムどこで If you're a vegetarian, you're not worried about calcium. 菜食であるならば、本当に食物たくさん食べてれば、カルシウムあまり心配ないです。Another thing you can do with strontium 90 is eat the peelings of apples. そのストロンチウム90をですね、体に入ったものを出すために、リンゴの皮を食べるように。There's pectin in the peelings. その皮にペクチンという物質が多く含まれています。Now in America, we've got a saying. アメリカでこういう言葉があります。An apple a day keeps the doctor away. 直訳すれば、毎日1個リンゴ食べればお医者さんは近づかない。I Googled that as a translation from English to Japanese. 日本語でなんていうかなって Google で調べたら、It was the strangest translation I've ever seen. とっても変に感じましたけど、This is what it said. このように書かれてますね。When apples turn red, doctors turn blue. Yeah. それが普通に感じるけど、日本語の感覚じゃないから。Apples are so good for you. リンゴは非常に健康的な食べ物です。How many different types of apples are there? リンゴってどのぐらい種類あると思いますか？ If you ate a different apple every day, 毎日違う種類のリンゴを食べようとしたら、it would take 20 years to sample every apple that there is. 全部食べた、1個食べたっていうのには20年かかるそうです。Yeah. I think Kami-sama is trying to tell us something. きっと神様が私たちに大事なことを教えようとしてるんじゃないですか。And I don't think Eve ate an apple. エヴァが食べたのはリンゴじゃないんじゃないかなと思うんです。I think it was probably durian or something. ドリアンじゃないかと。There's other sources of pectin. It's in the peelings of our plants. とにかくペクチンというものは大体皮の方にあります。Okay. Toxicities. 毒素ですかね。 We live in a toxic world. 私たちはこの生きている世界は結構毒素に満ちています。Our water is toxic. 水も汚染されてますね。Let's say you get a little bit of radiation in the water. お水の中にですね、放射線であっても毒素であっても Not going to hurt anybody. このレベルで飲んで別に悪くない。But there's plankton living in the water. そういうお水であってもね、その水の中にちっちゃい植物が生きてますね。Going to build up in the little one-cell bodies. プランクトンですね。その水の汚染が細胞に入ってしまいます。And then there's fish that eat the plankton. そのプランクトンを食べる魚がいますね。It's multiplying. 一生食べ続けるので、それは蓄積されます。蓄積。 And then there's other fish that eat the little fish that ate the plankton. その植物食べた小さい魚を一生食べ続ける大きな魚がいます。Where's the next stop in the food chain? そこで次の段階は誰が食べるんですか？人間ですね。You are. はい。 And how toxic is it? どのぐらいの毒素が入ってるんでしょうかね。Animals store toxins in their bodies. 動物が細胞の中に、その脂肪細胞の中にそういう毒素が溜めるんですね。So if you're going to 出 eat て a くることな chicken, い。ですから鶏を食べるとすれば、 take it to the onsen with you. Let us sweat the toxins out. Okay. まずその鶏をね、温泉に連れてて、たくさん汗出してもらってから食べてください。 But the problem is, chickens don't sweat. しかし、鶏は多分汗の線はないと思います。You know, I love using plants 植物 for healing.
使う、癒しのために植物使うのが大好きです。This is a patient we had at Uchi Pines years ago. うちの診療所に来た患者の足です。Diabetic ulcer. 糖尿病なので、その胃が潰瘍ができたわけ。In the medical community, what's the treatment of choice here? 普通の病院に行ったら、こういう足出したらどうされますか？ Yeah, cut it off. 切るしかないと言われますね。おそらく。We tried everything. しかし私たちは、あれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないかでいろんなことを試してみました。There's one of our doctors from Argentina putting a very, very special herb on it. すごく強力のハーブですね。振りかけてる姿ですけど、It helped, but it didn't heal. それは少し改善しましたけど、治ったわけじゃないんです。But then they found the right herb combination. しかし、あれもこれもやってるうちに、これだっていうの、このハーブですっていうのが分かりました。And it's very common. それはどこにでもあるものです。Yeah, they just took cabbage and onions, made a paste out of them. キャベツと玉ねぎをですね、ペースト状にして Put it on the wound, 当てたんですね。and this is what happened. そして、こういう結果になりました。Nature works. 自然っていうのはね、うまくいくんですよ。You just have to 働く know んです how to use it. その自然に隠れてる知恵が分かれば、それはすごく強力な助けになります。When we used to have our cancer seminars, we'd ask them a number of questions. そのさっき言ったがんセミナーの時にいろんなアンケートを取りますね。One of them was, what time do you go to bed? その質問の一つは、だいたい何時に寝てますかと。None of them went to bed before 11 o'clock at そ night. の一人もですね、11時前の時間書いた人はいませんでした。Most of them 12, 1 o'clock in the ほ morning. とんどは12時とか1時とか。I had a very special night's sleep last night. ゆうべとってもよく眠れました。It was like I was sleeping in a deep cave. 深い鍾乳洞に入ったような気持ちでした。It was the darkest room I've ever slept in. というのは、この部屋がね、ものすごくよく密閉されて真っ暗でした。Domo arigato. Why? 長谷川さんのお家でね。Artificial light at night. なぜそう言ってるかというと、夜にですね、人工的な明かりが入ると良くないです。Right? Here's what science is showing us. 科学者たちがこういうことが分かりました。Artificial light at night is connected with every cancer. 夜にどのぐらい明かりに当たってるかというと、Especially the most common cancers in Japan and America. がんにつながってるということが分かりました。特にアメリカと日本ではよくあるがん。So I want you to do something tonight. ぜひ皆さんお家に帰ってしてほしいことがあります。First, go to bed before 9 o'clock. まず9時前に寝ること。Turn out the lights. 電気を消して、Close your eyes. 目つぶって、Lay there for a while. ちょっと慣れるまで。 And then open your そして eyes 目を開けて、 and see how much light is in your room. どれだけ光が部屋に入り込んでいるかを見てください。 That's too much light. 入り込んでいるか、その辺で光っているか。It needs to be dark. それをなくしてください。本当に暗い部屋で寝るのが Yeah. 健康に This 必 one 要 right です。 here, これは、 in the front of my computer, パソコンの前に it pulses. 小さな電気がね、That wakes me up. それは私を起こす。 I got to throw something on top of it. 眠りがそんなに深くできないっていうことですよね。それ何かでかぶせないといけないです。 Your room needs to be dark. お部屋真っ暗にしてください。 Now, if the moon's shining, that's not artificial. 外から入る月の明かりは OK です。人工的な明かりではない。 In a couple of nights, there's going to be full moon. もう今夜からですかね。満月になりますね。I love full moon nights. それは素晴らしいですね。明るくて素晴らしいですけど、それは危なくない。
but I don't like any artificial light. でも人工的な明かりは嫌いです。Now, we got a decision to make. ここで選択があります。It is 3 o'clock. 今3時になりました。I'm supposed to be at 3 o'clock. 3時に終わるべきです。 So I don't know what I'm supposed to do. どうしたらいいんでしょうか。Because I'm on slide 110 of 250 slides. 250枚のスライドの110まで来ました。I don't want to overload you. オーバーにしたいと思いません。Would you mind just telling them what each of the letters of New Start Okay, let me stands for? just briefly go down the laws of health. We've been looking at them. その最初に出てきたニュースタートね、頭文字だって言ったでしょ。何の頭文字かって知りたいと思いません？ Okay, I'm going to. もうこの中に出てきてるけど、これだって言ってるわけじゃないから。Let me get to something that might be of interest to you. Oh, that's not my family. Okay. I'm just, oh yeah, there we go. I just need to, no, I'm trying to, It's coming out. Is it okay? yeah, I'm trying to find, I'm skipping a bunch to try to get to a certain part. It's going to be beyond that. More? No, I need to You can just click. just click it. Click this one. Click, 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 click. Oh, yeah, this is going to take forever. Well, let's just stop there. Okay. Genetics. How many of you have heard that diseases are called by our genetics? 何々病は遺伝によってできるとか聞いたことありますか？ Yeah. Oh, it's in my genes. まあね、仕方ないね。願掛けだからとかね。Oh, it's really in your stomach. 遺伝子にあったわけじゃなくて、胃の中身にはもっと関係してるでしょう。T. Colin Campbell, The China Study. China Study という本を書いた先生 Here's what the study discovered. が言ってですね、その研究で分かったこと、If you eat a vegetarian diet, まあ、要するにですね、植物の生活、食生活。even if you are genetically predisposed to cancer, heart disease, allergies, whatever, 例えば遺伝的にですね、親とか、ね、の時代からそういう家系であったとしても、they won't express themselves. その正しい食生活していれば、その遺伝子は動かない。もう眠っちゃう。That's the first part of New Start, nutrition. はい。まあ、なんでこの話したかというと、ニュースタートの一番最初の文字は N で、ニュートリション、つまり食生活。皆さん、生活習慣チェックリストシートっていうのがあるけど、一番前のページにあります。みんな今から話すこと。We were made to be vegetarians. 人間は草食動物です。We've got teeth for vegetarians. 私たちは肉食の動物と違う歯もしてるし、We don't have claws like meat eaters have. We got fingernails. 肉食動物がこう餌をつかむともとんがり爪は持ってないですよね。Our mouths don't open too wide. 口も大きく開けないんですよね。Okay. Our jaws go side to side. 顎は左右動かすことはできる。肉食動物それできない。Dogs and cats only up and down. 肉食は上と下、その方が強いからできない。Our intestinal tract is 10 to 12 times the length of our torso. そして私たちの、消化器官、人間の、ここまでのね、12倍ぐらい長いんですね。A meat eater is very short. 肉食はそれよりずっと短いです。Our digestive juices are mild compared to a lion's digestive juices. 消化液もライオンと比べて全然弱いんですよね。We're 肉 made to 食は be すごい強いんで vegetarians. すよね。人間は植物を食べるようにできているんです。Okay. We talked about her. Exercise. 次のニュースタートの E は exercise ですね。運動。This is going to take too long. Right. Next one. 一番前のページにありますね。運動。A person who exercises
and smokes, これスライドと関係ないんですけど、運動、なんかタバコを吸いながらの人ですけど、運動する人、has the same health risks as a non-smoker person who does not そういう exercise. 人ここにいますね。ここにいる人はタバコ吸わないけど運動はしない。その病気になる危険は同じですって。同じぐらいのファクターになりますって。The next one is water. We've already looked at water. 次の W は water です。水ですね。話しましたよね。Then I wanted to get to this one. Have you ever been feeding your dog and you reach to grab its dish? これちょっと見せたかったスライドですね。犬に餌やってから、その餌、引こうとしたことありますか？ It'll do this. そうするとこんな顔を見せるでしょ People are the same way. う。人間もそのような性質があります。Don't talk about food. 私の食べてるものを、ね、批判するんじゃない。But one of the causes of cancer in almost every disease is not eating enough fruits and vegetables. しかし、このがんにしてもいろんな病気にしても原因の一つは、野菜と果物のWhen you 量が digest 少ないということ。when you digest meat, there is a amino acid called homocysteine. 肉食べるとですね、その中にアミノ酸でできてるよね、タンパク質は。その中の一つのアミノ酸、ホモシスティンというも When のがあっ that is て、 elevated, それが多くなれば、 doubles your risk of heart disease and Alzheimer's disease. 心臓病になるリスクとアルツハイマーになるリスクは2倍になるんですって。You don't need homocysteine at the degree you're going to get from meat. ホモシスティンはある程度必要かわからないけど、肉で取ってるほどの量は必要ありません。Studies have been done on cancer, thousands of studies. もうこれまでですね、がんについて研究は何千という研究ありましたよね。But here's the conclusion they came to. その全部まとめたらこういう結果が出てます。We don't need any more research. ある研究者たちがこう言いましたね。これ以上研究 Just する do 必要な what い we've です。 already discovered. これまで研究によって分かったことをみんな実行さえすれば、がんがすごく減る。A large study on women and meat eating. 女性、たくさんの女性で肉の摂取量と調べました。Those who rarely or never ate meat had a relative risk of one of dying of cancer. がんで getting なく cancer. 何の What kind? Cancer. 何かのがんで Breast なく cancer, of course. 乳がんかなで亡くなる確率を調べたんですね。その中でですね、肉1週間に1回食べるか、あるいは全然食べないかの人たちのリスクは1と数えます。Those who ate meat on a regular basis, 850% greater risk. それ、毎日のように肉を食べてた人の方が、その乳がんで亡くなる確率が850倍。Then he looked at meat, eggs, and cheese. 今度は肉だけじゃなくて卵と、チーズとの関係も調べました。Those who rarely or never ate, relative risk of 1. そのようなものはほとんど食べてない、あるいは全然食べてない人たちは1。And you see, as the numbers go up, so does the degree. その食べる回数が増えるにつれて、その乳がんになる確率がぐんと増えます。Cheese being the worst. 一番ひどいのはチーズですよね。Yeah. So we need to stay away from those things. 牛乳を10倍にして、10倍の交差にしてチーズ作るので。危 A ない。 big study on diet and fatal disease. 食生活と、死亡率 Okay. の研究。Those who ate everything and anything, relative risk of 1. 今度、心臓病ですね。このグループの中でですね、じゃなくて、世間の人の食べ方は、Now, this study was done on Seventh-day Adventists. これは研究の対象がセブンスデーアドベンチストという教会の They're the most 信者た studied ちですね。 people in the world. それは結構みんなと違うことをしてるから
その結果はっていうのを調べられてるわけ、たくさん。So those Adventists who ate just like these people had a much less risk of dying of any disease. まあ、左は一般の人の心臓病で亡くなる確率を1とします。分かってるからね。 44%. で、アドベンチストであって、まあ、肉食はしてるけど、アドベンチストである人たちは 44% 少ないですね。If they're その確率 lacto-ovo-vegetarians, その中で卵乳菜食、肉は食べない。 61 less percent risk. 61% 減らすことはできるわけです。心臓病で亡くなる。 They're total vegetarians, 完全に植物だけの食生活している人は86% risk. 87% 少なくなるわけですね。 Yeah, okay. So, nutrition, exercise, water, sunshine. 栄養ですね。運動、水。4番目は日光です。 It's going to be your vitamin D, 日光によってですね、ビタミン D 作れますね。 lowers blood pressure, そうすると、日光に当たる血圧も下がります。 strengthens your immune system, 免疫力も高まります。 raises vitamin D. ビタミン D 取れると Okay. 免疫力高まります。 Yeah, it's wonderful stuff. Okay. 素晴らしいで Sunshine. すね。 Temper, staying away from bad things. 次の T は temperance。英語で言うと temperance だけど、それ節制っていうことですね。Okay. 節制っていうのは悪いものを避ける。Fresh air. つまりね、アルコール、タバコなし。で、 Okay. 良いものはほどほど。 The 次の closer you get to Tokyo, the harder it is. 次のは A で air。完全な良い空気ですね。 But you should have 深呼吸 fresh すること。 air in your house. 皆さん、家の中も新鮮な空気をいつも入れるようにしましょう。 Open your bedroom windows. 夜寝てる間もぜひ窓開けて寝てください。 Just make sure you got a screen. まあ、網戸がある家では。 I was visited by a mosquito last night. 蚊が来ると大変ですね。 I killed it. ゆで蚊一ついましたけど、殺しました。 Rest. 次の R ですね。R、rest。 Okay. 休息。 You need to be in bed at 9 o'clock at night in a dark room. ぜひ9時までに布団に入ることにして、部屋を暗くするようにして、 They did an interesting experiment. 面白い研究がありました。 They gave a group of students a test in the morning, a class in the morning, and a test in the evening. ある学生たちにですね、午前中授業して、午後にその中身のテストしました。 Another one, a class in the evening, a test in the morning. 別な学生たちに同じ勉強を夕方させて、テストは翌朝です。 The ones who had a night's rest in between did significantly better than the other group. その学んでからテストの間に一回寝た人たちがはるかにいい成績取れた。 Right now, what you're hearing is going into short-term memory. 皆さん今学んでいることは頭に入って短期記憶に入っています。 You go to bed tonight on time. 今夜早く寝て十分寝たらば Your body's going to put all that information in a place where you can easily retrieve it tomorrow. 脳がそれを整理するんですよ。覚えやすいようなね、整理をするんです。 Yeah. But if you don't get a night's rest, しかし、今夜夜更かししたとします。 it scatters all through your brain. それは頭には残ってはいるよ。何でも残ってはいるけど、ぐちゃぐちゃのファイリングみたいに、どっかにあるけどどこかわからない。そのような状態で And 残 the ります。 last law is trust 最後にですね、最後の T は trust ですね。信頼、 or faith. 信仰とも言えます。 We all have it. 私たちはみんな何かに信頼してます。 You know, how many of you have ever flown in an airplane? 飛行機に乗ったことある人、 Yeah. You had a lot of faith to get on an airplane. その見たことないパイロットにすごい信頼を置いてますよね。 You had faith in the pilot, パイロットにも信頼してるし、 faith in the mechanics who fixed the airplane. 整備してる人たちも信頼してますよね。 How many of you ever eaten fugu? フグ食べたことある人はいますか？フグ。Oh, one person, yes. Was it good? たった一人だけですね。美味しかったですか？誰だったかな？ Did you show a lot of faith in the cook in the back room? それを食べるとすることは信仰を表してますよね。後ろのコックさんにちゃんとやってるんでしょうねと。
That takes a lot of faith. 本当に信頼が必要です。 Okay. You trust your doctor? お医者さんに信頼してますか？ That's a dicey subject. うーんそれ Me は I don't have a doctor. When you came in, did you check the pew before you sat down? 皆さん、この部屋に入ったときに、椅子に座る前に点検しましたか？ Make sure it hold up your body. これに座ったら壊れることはないよねと考えしなかったよね。We all have faith. 人間って何かに信頼してますよね。I recommend you find out what's best to spend that faith on. 私の提案ですけど、本当に信頼できるお方は誰なのか、どこに信頼を置けるかっていうのをぜひ学ぶように勧めします。Okay. Any questions? それで終わりたいと思いますが、質問ありますか？ Okay. 水とおっしゃいましたけども、水っていろいろあると思うんですね。どんなお水がいいですか？はい例えば、軟水とか硬水とか、それからマイクログラムとか、はいはい。それからもう一つ、なんかね、リンゴが出てきます。で、釜が欲しいのリンゴ。リンゴって言っても赤いのがいいじゃないですね。やっぱり赤いのがいいですか？ Okay. わかりました。Okay, two questions. First one is you said water, we should drink water. What kind of water is the best to drink? Like there's mineral water, there's soft water, there's... Really, distilled water. 一番安全なのは、蒸留水ですね。蒸留水。一旦、なんていうの、蒸気から水に戻った。何にも含まれてないんですね。If you can't get distilled water, しかし、そ get れ yourself a good charcoal filter. それは手に入らない場合ですね。カステータンの入っているフィルター、ね、浄水器を用意したらいいと思います。Yeah. はい。And the other question is, not all apples are red. Is there pectin in the other colors of apples? Yes, also? it's in the skin. It's in the skins of all your fruits. そう、赤くなくても、そう赤い殻は入っている物質もあるけど、そのペクチンはどのリンゴの皮にでもあります。 The に peelings on your carrots. 人参の皮とか、 Wash your じゃがいもの皮 carrots. とか。 Eat the peels. よく洗って皮ごと食べるようにできるだけ。 The しま white しょ stuff on the inside of oranges and grapefruit. Eat it. みかんとか剥くと中身は白いでしょ？皮の中。その白いものもペクチンいっぱい含まれてますので。 Not only will it take out different types of radioactive isotopes, それは、放射線物質だけじゃなくて、 it takes out mercury, 水銀とか重金属を、 aluminum, アルミとか lead, 鉛とか出してく which collect in the brain. る、そういうものはね、脳に溜まると大変なことになります。 Do you have the herb cilantro? 日本にはパクチーと呼ばれるものありますよね。パクチ That ー takes out these heavy metals. それも重金属を出すのにすごい役に立ちます。 Parsley Parsley. takes out the heavy パセ metals. リもそう。 That's what we need to be doing. えー Detoxify. そのようなものをね、意識的にですね、もう絶対体に毒素が溜まってると思っていいから、積極的にそれ出す努力をしましょう。汗からも出るし。 Okay. はい。私だけ彼女なんですけども、いっぱい薬を飲んでるのね。で、今は健康な食事のその材料だったんだけど、その薬をやめる方法って、やっぱ薬やめるのってすごく怖いじゃないですか。お医者さんにもなんかやめるって言って見放せるように思っちゃって、だからその薬とそれをこう変えて食事に変える方法っていうのは、なんかタイミングみたいなのあるんですかね。Okay. So her friend that's sitting next to her, she takes a lot of different medications, but she's afraid to stop them. Is there something to keep in mind as far as trying to get away from medications? Yeah. All right. It's a good question. とてもいい質問です。 First, we decide why we take the medications. まずね、何のためにこの薬飲んでるかっていうことをしっかり意識する必要ありますね。 Let's say it's for high blood pressure. 例えば、高血圧のために、ね、高圧剤飲んでるとします。 So what do? どうしますか？ Start working on high blood pressure through natural means. その高血圧治すような生活習慣をまず取り入れることですね。
Now, there are some medications you cannot just stop taking them. そうすると自然にね、ある薬は急にやめるっていうことは危ないっていうことはありますね。Blood pressure medication is one. 高圧剤はその中の一つですね。But there's something else about medications. しかし、薬について They all have side effects. 分かっていただきたいことは、すべて副作用があるんです。何らかの副作用があります。Had a patient one time 昔こういう患者がいました。taking 32 medications a day. 毎日32種類の薬飲んでました。She had a long list of も problems. う何が彼女の体の問題かって長いリストありました。So I studied each medication, そこでご相談されてですね、すべての薬を調べました。the side effects of each medication. この薬にはこういう副作用が知られてるっていうのが書いてある本がありますよね。And 28 of the medications were for side effects of medications. その30何種類って言った ?28 種類が薬から出た副作用を消すための薬の副作用を消す。 So first day she was down to 4 medications. なので、いきなり1日で4つの薬だけに減らすことができたんです。Took 3 weeks to get her off of all そして medications. 3週間正しい生活習慣取り入れて3週間でどの薬も必要なくなったんです。 And she was genki. とっても元気になりました。 So we got to find out what can we do to recover the system. なので、まず考えることはね、例えばこの問題のためにどうしたらいいか、どういう生活習慣を取り入れたらいいかということを意識して頑張ること。Now, one thing that I do is I write protocols. 私のすることの一つは、日本語知らない。こうしたらいいですよっていう処方箋みたいなの、ね、薬じゃなくて、それを書きます。Let's say someone says, I got high blood pressure. 例えばある人がね、高血圧です。どうしたらいいかっていうことを聞きますね Well,。that's 3 pages. そのためにできることは3ページほどあるんです。 Everyone's looking for a magic herb. まあ、多くの人ですね、それを治すハーブってありますかってね、一つの何かこれ飲めば治るっていうようなものをね、求める人多いんですけど、 Doesn't work that way. そうはいかない。It's a program. 生活習慣全体がその助けになるから、 Now you go to the doctor, お医者さんに行くと、 try this medication. はい、これを飲んでみてっていうのがすぐ出てきますよね。 Try it? でも、試してみて。I'm not trying on shoes here, putting poison in my body. まあ、これ試してみてと言われるけど、試してどうなるのかって、自分の体験で しないといけないわけってね、実験台じゃないですよっていう感じですね。So I would be glad if any of you have a pre-existing condition. そこでですね、皆さんの、持病というんですか。 You got a paper here 方 from は Kempo or そう NKK. そうですね。先生言おうとしていることは、皆さんの手持ちにですね、憲政協会の資料渡ってますよね。その中は本当に少ない情報ですけれども、私たちのところは、先生の元の場所で50年の経験で分かっていることですね。こういう生活習慣、こういうことをやめた方がいい、こういうことを始めた方がいい、そういうのをいっぱい持ってます。ぜひ相談してください。そして、外の受付のところに気づいたか分かりませんけど、トータルヘルスっていう雑誌が置いてあるんですね。それは憲政協会が今発行してないんですけど、100号まで発行した雑誌で、先生の記事を日本語にして、また他に信頼できる人たちの記事を日本語にして出版ずっとしてきたものですね。で、今出版してないけどバックナンバーがあるので、私はこの病気だけどどうしたらいいかっていうのは、大体の病気はその先生が教えてる何ページにもわたるかもしれませんけど、やることを学ぶことができるんですね。ぜひ連絡してください。Remember, 覚えてください。 age is a number. 年齢は単なる数字です。Health is a choice. 健康は選択です。 We just given you a little push today. 今日はちょっとした励ましを与えただけです。Kempo
did a health journal for many years. 私たちの雑誌のことを話しています。And it's got a lot of the information that you need. 皆さんが必要としている情報たっぷり入っています。I suggest you get with Sheila and get some of these things. ぜひそれを手に入れてください。一番テーブルにある100号では病気別って書いてあるんですね。その前の号では何号に何について、何号に何についてっても細かく書いてあります。ぜひここででも見て書いといて、私に住所とか電話番号とか書けば持って帰ってそれ郵送します。有料ですけど高くはありません。はい。It's been good to be with you this afternoon. はい、皆さんとこの時間過ごせたことを嬉しく思いました。ありがとうございました。So this transferred into short-term memory into long-term memory. はい、今日習ったことね、短期力に入ってますので、今夜だけでもいいから早く寝て、みんな整理されて、明日思い出せるようにしましょう。はい、ありがとうございました。今夜だけでもいいと言ったけど、本当じゃないよ。毎晩、今日から毎晩しましょう。はい、ありがとうございます。もう素晴らしいセミナー、メッセージありがとうございます。